こんにちは、オズビーです。今回は見つけたら必ず作っておきたい、ゾンビスポナートラップの作り方のご紹介です。必要な材料はこちらになります。今回のトラップはほとんど掘ることがメインとなるので、ブロックなどはこだわりがない限りはそれらを使用しましょう。はしごや松明などは作る場所によって数が異なるので、ご自身の作成場所に合わせてご用意してくださいね。アイテム数には数え間違いなどもございますので、あくまでも目安として参考にしてくださいね。では作り方へ移りたいと思います。今回は洞窟内などにあるこんな感じの、ゾンビスポナーを使って作成していきます。まずは湧き潰しのためと正面確認用に、正面側にしたい方に松明を1本設置します。あとはスポナーの上にハーフブロックを設置しましょう。これでスポナーの湧き潰しができています。あとは作成場所によって異なりますが、こんな感じで周りにも湧き潰しをしておきましょう。溜めてから倒す際に、脇上限を分散させないようにしておくためでもあります。それができたら早速トラップ作りへと取り掛かります。まずはスポナー部屋の広さをスポナー部分を除いて、前後左右に4マスずつのスペースを確保していきます。こんな感じでスポナー手前から数えて、4マスの位置を掘って目印を掘っておきます。残りの3方向にも同じようにして、スポナーから4マス目まで目印を掘っておきます。残り2箇所にも同じようにして、スポナーから4マス目まで、わかるように壁を掘って目印をつけておきましょう。そうしたら目印の幅まで周りのブロックを掘っていって、部屋の大きさが 9×9 になるようにしておきましょう。こんな感じで目印まで壁を掘っていった際に、9×9 の広さになっていれば OK です。またその際にスポナーから天井までの高さが、3段分空いていない場合は確保しておいてください。あとスポナー部屋に入ってきた際や掘った時に開いた穴は、こんな感じでブロックを使って壁を作っておいてください。壁を作れたら次は、スポナー部屋の床の部分を、こんな感じで深さ3段で掘っていきましょう。これを今作った 9×9 の範囲すべてに行います。こんな感じで 9×9 の広さで高さが7マスある空間になっていれば OK です。そうしたら正面にしたい方と反対側の壁側一列に、それぞれ水バケツで水を流していきましょう。反対側がこんな感じで水が届いていない箇所が、1列分になっていれば OK です。そうしたら水が届いていない1列の箇所を、深さ4段になるように掘っていきましょう。溝の処理層にしたい方の反対側に水を流します。そうするとこんな感じで1マスだけ、水が到達していない箇所ができます。そうしたらその1マスを下方向に、深さ6段で掘り下げていきましょう。最初に設定した正面方向に向いて、高さ2段で正面側の壁を掘りましょう。今掘った2段の壁の左右のブロックも、同じようにして2段でそれぞれ掘っておきます。そうしたら同じ高さの同じ幅のままで、今度は奥行きを追加で3マス掘っていきましょう。降りてきた穴の下部分とその手前を掘って、そこにラージチェストを設置しておきましょう。チェストの穴の下の方の箇所に接続するように、しゃがみながらホッパーを設置しておきます。ホッパーの上部分に焚き火を一つ設置しましょう。焚き火と反対側の壁の真ん中にはしごを設置して、そこから上に掘って上まで登れるようにしておきましょう。上まで掘ってはしごを設置して登れるようにしたら、入り口部分にはトラップドアを設置しておきます。そうしたらスポナー部屋の壁を仮で壊して、スポナーに設置している松明を外します。松明を外したらゾンビが湧き始めるので、仮で開けた壁を元に戻しておきましょう。そうしたらもう一度下の処理層に降りて、焚き火の前でゾンビが落ちてくるのを待ちましょう。放っておいたらゾンビを自動で処理してくれますし、焚き火のダメージで倒す前に剣などで攻撃すれば、こんな感じで経験値も入手することが可能です。
その際に剣にドロップ増加などがついていたら、入手アイテムも増えて効率も上がるのでおすすめです。あとはゾンビがドロップしたアイテムなどは、チェストに入るのでそこから回収しましょう。またゾンビを貯めてまとめて倒したい場合は、スコップなどで焚き火の火を消してあげましょう。そうすることでゾンビを自動処理せずに、貯めてから一気に倒すことが可能です。ゾンビを貯めるまで放置しておいて、ある程度溜まったら一気に倒していきましょう。また自動処理に戻したい場合は、火打ち石などで焚き火に火をつけてあげれば OK です。この状態でも剣で倒すことはできますので、貯めたい時以外はこれで十分かと思います。では最後にゾンビスポナートラップで入手した、腐った肉をエメラルドに交換する方法を紹介します。腐った肉をエメラルドに交換してくれるのは、醸造台で収縮させた聖職者との取引になります。ちなみに場所はこのトラップの近くでなくても大丈夫です。聖職者に収縮させた村人の取引内容の、取引レベル1の項目に腐った肉との交換があり、そこを選択してあげることでこんな感じで、腐った肉とエメラルドを取引してくれます。聖職者に収縮させた村人を何人か用意していれば、実質エメラルドを無限に入手することも可能です。経験値もエメラルドも無限に入手することができるので、スポナーを見つけたら作っておく以外はないですよね。作るのに素材はそんなに必要ないので、見つけたらぜひ作っておくことをお勧めします。今回のトラップはいかがだったでしょうか。ほとんどの作業が掘るだけで簡単なのに、無限に経験値やエメラルドも入手できる。ゾンビスポナーさえ見つかれば簡単に作れる。ゾンビスポナートラップの作り方のご紹介でした。見つけたら作って絶対に損はしないと思うので、よかったら参考にして作ってみてくださいね。今回参考にさせていただきました方の動画は、概要欄にリンクがあるのでぜひご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録と高評価もお願いします。また他にも色々な装置やトラップの動画もあるので、よかったら概要欄などからご覧になってくださいね。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。猫